皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。拓也です。この番組は日本での生活や文化を楽しく学ぶポッドキャストです。今日は日本語能力試験の勉強方法についてお話ししたいと思います。いらっしゃいませ、拓也さん。今日もいつものブレンドコーヒーでよろしいですか？はい、お願いします。店長、実は今日ちょっと相談に乗っていただきたいことがありまして。おや、拓也さん、何か困りごとですか？いえ、僕のことではなくて、日本語学校に通う友人のことなんです。その彼が今 N2 合格を目指して猛勉強しているんですが、かなり苦戦しているみたいで。あら、でも N さんは合格したんですね。すごいです。友人は N3 の時とは次元が違うって昨日も落ち込んでいたんです。なるほど。お友達のことだったんですね。竹良さんは本当にお友達思いですね。いやいや、そんな。確かに N2 は日常会話から社会的なトピックへと一気にステップアップするレベルですから、一人で悩むと壁にぶつかりやすいんです。そうなんです。何か彼にアドバイスをあげたいんですけど、僕もうまく説明できなくて、特に単語や文法が急に難しくなったと言っていました。わかりました。では今日はそのご友人に伝えてあげられるような効率的な勉強方法を一緒に整理してみましょうか。もちろん美味しいコーヒーを飲みながら。ありがとうございます。友達も喜びます。まずは言語知識ですね。文字語彙文法の攻略方法です。はい、お願いします。まずそのご友人はどうやって単語を覚えていますか？もしかして単語帳の左側の言葉だけを見て右側の意味を隠して暗記していたりしませんか？まさにそう言っていました。深刻の英語の意味はシリアスみたいに一つずつ書き出して覚えているって。それだとせっかく覚えても試験で使えないことが多いんです。そうなんですか？ N2 からは言葉のつながりが非常に重要になります。例えば深刻だけ覚えるのではなく、深刻な事態や深刻な問題のようによく一緒に使われる言葉とセットで覚えるよう伝えてあげてください。なるほど。試験の語彙問題でも前後の言葉との相性が問われますもんね。彼にセットで覚えるのがコツだよと教えてあげます。具体的な練習方法としては、自分専用の言葉のつながりノートを作るのがおすすめです。どんな風に作りますか？まずは単語を書いて、その横にセットの言葉を書く。そして例文を作ります。じゃあ、例えば、把握するという単語の場合、その横にセットの言葉、現状を把握するを書くんですね。はい。そして例文も作ります。例えば、リーダーはチームの現状を正確に把握しなければならないという感じです。例文を作るとさらに効果的ですね。そして名詞と動詞をセットにした短いフレーズを作って何度も口に出して練習するとさらにいいですね。じゃあ、文法についても困っているみたいなんです。何々兼ねないとか、何々がたいとか、似たような意味が多くて頭が混乱するって。N2 文法は日常ではあまり使わない少し硬い表現が増えますからね。どうやって整理すればいいですか？ポイントはプラスの場面かマイナスの場面かというニュアンスを意識することです。ニュアンスですか？例えば、兼ねないとしうる。どちらも可能性があるという意味ですが、使い方は全く違います。兼ねないは、そんなスピードで運転したら事故を起こしかねないよというように、悪い結果になる不安があるときに使いますね。対して、しうるは、この計画なら成功しうるだろうという論理的な可能性を表します。なるほど。悪いことには兼ねないを使うんだよと教えてあげれば、彼もすっきりしそうです。そうですね。練習方法としては、似た文法を隣同士に並べて、何が違うのかを一言でメモする比較カードを作るのがいいですよ。わかりやすく整理できますね。あと N2 は動詞の変化のルールが厳しいので、そこもセットで音読するよう伝えてくださいね。実は先日彼からメールが来たんですが、会議の準備について検討しますと書いてあったんです。でも漢字が間違えていたんです。それは同音異義語のマナですね。つまり同じ読み方なのに意味が違う言葉です。彼は漢字を何度も書いて練習しているそうなんですが、実際の使い分けが難しいみたいで。
漢字単体を書く練習も大切ですが、N2 レベルなら少し難しいニュースやコラムを漢字を意識しながら読むことが一番の近道です。なるほど。例えば、ニュースサイトを読んで検討という言葉がどういう文脈で、周りにどんな漢字と一緒に使われているかわかります？そうすれば脳がこの場面ではこの漢字だと自然に覚えてくれますね。次に、読解の勉強方法です。友人は単語の意味はなんとなくわかるのに文章全体で何を言いたいのかさっぱりわからないって言ってました。それは N2 読解の壁に正面衝突してしまった証拠ですね。壁ですか？ N3 までは何が起きたかという事実を探せばよかったのですが、N2 からは作者はどう考えているかという論理を追いかけないといけないんです。論理ですか？難しそうですね。彼にどう伝えたらいいでしょうか？まず彼に、文章を最初から最後まで丁寧に読もうとしていないと聞いてみてください。普通は最初から読みますよね。実はそれが罠なんです。N2 の読解は時間が足りません。まずは質問を先に読むのが鉄則です。確かに、文章をすべて把握する前に何を探すべきかを先に知っておくということですね。その通り。例えば、筆者が一番言いたいことは何かという問いなら、文章の最後の方に注目すればいいんです。でも店長、文章が長くなると途中でわからなくなっちゃうらしいんです。結局 A なの B なのって。そんな時は接続詞を丸で囲むように伝えてください。接続詞、しかしとかつまりとかですか？そうです。特に大事なのは逆説の意味のしかし。例えば、最近の若者はスマホばかり見ていると言われる。しかし私はそうは思わないという文章があったら、筆者の本音はしかしの後にしかありません。前の部分はただの一般論です。なるほど。しかしを見つけたら、ここからが本番だぞと身構えればいいわけですね。あとは要約のつまりですね。難しい説明の後につまりが出てきたら、そこだけ読めば理解できるチャンスです。接続詞を見つけたらすぐに丸をつける癖をつけてみてください。あと、選択肢が2つもで絞れるのに、いつも最後で間違った方を選んじゃうらしいんです。これ、どうにかなりませんか？それは消去法の精度を上げるしかありません。N2 の引っ掛け選択肢にはパターンがあるんです。引っ掛けのパターン？代表的なのは言い過ぎです。極端な表現をしているのは間違いってことですか？はい。例えば、本文に多くの人が賛成しているとあるのに、選択肢にすべての人が賛成しているとか、絶対に賛成すべきだとあったら、それは間違いです。すべて、絶対、常に。そういう強い言葉は怪しいぞということですね。そうです。あとは、文章に書いていないことをまるで本当のように書いてある選択肢も多いですね。正解を探そうとすると迷いますが、ここが本文と違うからダメという不正解の理由を探すようにすると、最後に残ったものが自然と正解になります。さて、拓也さん、読解の攻略法伝わりそうでしょうか？はい。問いを先に読む、接続詞に丸、言い過ぎは間違い。これなら僕でも彼に分かりやすく伝えられそうです。続いてリスニングですね。拓也さん、日本語の最大の特徴って何だと思いますか？敬語が難しいとか、主語がよく消えるとか。それもそうですが、リスニングで一番怖いのは、大事な結論が一番最後に来るということなんです。A と思ったんですけど、やっぱり B みたいなパターンですね。その通り、会話の最後に、でもやっぱり B にしようとひっくり返す展開が非常によく出ます。最初に聞いたことが答えだと思って安心しちゃうと、最後の方を聞き逃して間違えちゃいますね。最後の1秒まで安心しないでくださいね。でも全部メモしようとするとメモすることに必死になって肝心の内容が頭に入ってこないらしいんです。それは全部書こうとするからですよ。N2 のリスニングは記号でメモを取るのが鉄則です。記号ですか？例えば、4人の人が意見を言う統合理解という問題があります。賛成なら丸、反対なら×、迷っているなら三角とメモします。じゃあ例えば A さんは高い方がいいは
上向きの矢印、 B さんは安い方がいいと言ったら下向きの矢印とかどうですか？上手です。このように言葉ではなくイラストで表現するんです。なるほど。文字を書く時間を削ってその分耳に集中するわけですね。素早く簡単な記号でメモするのがポイントです。そうそう、彼は毎日通勤中にリスニングを聞いているそうですが、他にできることはありますか？ただ聞くだけの聞き流しは残念ながら N2 レベルではあまり効果がありません。おすすめはシャドーイングです。聞こえてきた音を影のようにすぐ後ろから追いかけて発音する練習ですね。自分で言える音は必ず聞き取れます。それからもう一つ裏技があります。練習の時、音源を 1.2 倍速で聞くんです。1.2 倍速、速くないですか？速いです。でも速いスピードに耳を慣らしておくと、本番の試験がスローモーションのようにゆっくり聞こえるようになりますよ。プロのアスリート選手が重りをつけて練習するみたいな感じですね。さて拓也さん、ご友人のリスニング対策、イメージは湧きましたか？はい、最後の一言まで集中。メモは記号で、仕上げはシャドーイングと倍速。これで彼の耳も進化しそうです。いいですね。リスニングは一度聞けるという自信がつくと一番スコアが伸びやすい分野でもあります。店長に聞いたポイントを今日早速彼にシェアします。それがいいですね。N2 の勉強は合格した後に日本のニュースや小説を自由に楽しめるようになるための鍵を手に入れる作業です。皆さんが楽しみながら勉強できるよう私も応援していますよ。リスナーの皆さんも一歩ずつ着実に進んでいきましょうね。日本語の勉強方法でお困りのことがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。